皆さん、こんにちは。Learn Japanese Radio の小麦です。今回の動画では、日本のお茶文化についてご紹介します。この動画は、日本の文化に興味がある方や、日本のお茶について興味がある方にとても役立つ動画です。ぜひ最後まで楽しんでください。お茶は日本人の生活に馴染みの深い存在です。日本人の多くの家庭で当たり前のように毎日お茶を作り、日常的にお茶を飲んでいます。私の家でも毎日大きなお茶用のボトルにお茶を作って冷蔵庫に常備しています。日本で親しまれているお茶には複数の種類がありますが、私の家ではいつも麦茶を作って飲んでいます。冷蔵庫に入れているものとは別で、煎茶を入れて飲むのも毎朝の日課です。皆さんがお茶と聞いてイメージするお茶はどのお茶でしょうか？日本人の場合、主にイメージするのは緑茶であることが多いはずです。日本で主に飲まれているのは緑茶です。緑茶というのは読んで字のごとく緑茶の葉っぱからできたお茶を意味します。厳密に言うと発酵させずに作られるお茶はすべて緑茶と呼ばれているそうです。ちなみに緑茶をコップに入れた時の色は緑色とは限りません。緑茶の中には複数の種類のお茶が含まれており、中には茶色い色をした緑茶もあります。緑茶の例をご紹介すると、例えば煎茶、抹茶、ほうじ茶、玄米茶、玉露などです。つまり世界的に有名な抹茶も緑茶の一種です。皆さんはどのお茶を飲んだことがありますか？とはいえ実は日本人ですら緑茶と聞くと葉っぱにお湯を入れて出した緑色のお茶だけを緑茶であるとイメージする人が多いはずです。実際には日本人はよく煎茶のことを緑茶と呼んでいます。まずは日本人が家庭で日頃から作り飲んでいる煎茶からご紹介します。煎茶は緑茶の中で最も一般的なお茶で、日本人は日常的な生活の中で当たり前のように作り飲んでいます。煎茶は茶葉にお湯を注いで作るものです。茶器に茶葉を入れてお湯を入れるとじわじわとお茶が出てきます。大きなボトルに茶葉と水を入れて水出しをしたものは冷蔵庫に保管し、喉を潤すように常備します。煎茶を急須から湯飲みに入れたとき、お茶の枝である茶柱が立つことがあります。これは珍しいことから縁起が良いと言われています。いいことが起こるかもしれないので、茶柱が立ったらぜひ喜びましょう。日本には朝茶はその日の難逃れということわざがあります。朝茶とは朝に飲むお茶のことです。
日本人が日頃から最も飲んでいるのは煎茶であり、朝に煎茶を飲むことを指しています。朝に煎茶を飲むと、その日の災難を逃れることができるという意味のことわざであり、昔からお茶はいいものであるとされてきたことがわかります。でも、これはただの言い伝えというわけではありません。煎茶に限らず、緑茶にはカテキンやビタミン C、テアニン、食物繊維などの成分が豊富に含まれ、抗酸化作用やリラックス効果があると言われているからです。寿命や病気予防に役立つとされ、日本人の健康を日頃から守ってくれている存在です。私の家庭でも毎朝煎茶を飲んでから学校に行くように言われていました。昔は苦くてあまり好きではありませんでしたが、今は好きで自分で作って飲んでいます。次にご紹介するのは抹茶です。おそらく海外で最も日本のお茶として有名なのが抹茶だと思います。抹茶とは粉末状にした緑茶の葉をお湯に溶かして飲むものです。日本で歴史的に伝わる茶道は抹茶を伝統的な作法に従って飲むものです。抹茶は煎茶と比べて緑色が濃く、味わいも強めなのが特徴です。茶道として飲むときには正式な法則に沿ってお茶を入れて飲みます。とはいえ、カフェなどで気軽に飲めるお茶でもあり、ケーキやアイス、パフェ、クレープなどのデザートに抹茶が使われることも多いです。家で気軽に飲みたい場合には、抹茶の粉を茶碗に入れ、お湯を注いだら、竹製の泡立て器である茶筅で抹茶の粉を溶かして飲みます。最近では海外でも抹茶を好んで飲んでいる人も多いようで、牛乳やコーヒーと混ぜてラテのように飲むアレンジをよく見かけます。茶道で飲まれている抹茶はとても濃く、かなり苦いので、甘い和菓子と一緒に楽しむのがおすすめです。日本では季節の花や果物の形の和菓子を作り、お茶とともに季節感を楽しむことが多いです。茶道と比べ、一般的に飲む抹茶は薄めに作られていることが多く、軽くて飲みやすいです。また、氷で冷やしてアイスドリンクとしてアレンジすれば、夏場にも軽やかに飲めるので、皆さんにも親しみやすいと思います。次に、私の大好きなほうじ茶をご紹介します。ほうじ茶はとても香ばしい匂いがするお茶です。煎茶を高温で焙煎して作られており、茶葉は赤茶色です。お茶と呼ばれるものには基本的にカフェインが含まれますが、ほうじ茶は焙煎によりカフェインが少なくなり、苦味も抑えられています。まろやかで後味がすっきりしているため、子供やカフェインが控えたい人にも飲みやすく、季節を問わず楽しみやすいです。冬にはホットで、夏にはアイスで楽しむのがおすすめですが、個人的には秋や冬に温かいほうじ茶を飲むと
とてもリラックスできると感じます。一般的には脂っこい料理や甘いものと相性が良いと言われていて、食後に飲むことで口の中をさっぱりさせてくれるはずです。この香ばしい香りはほっとした気持ちにしてくれます。ほうじ茶はアイスの味などとしても人気があるので、私はお店で見つけるたびに食べています。次にご紹介するのは玄米茶です。玄米茶は煎茶にいった玄米を混ぜて作られるお茶です。緑茶の爽やかな風味はそのまま、玄米の香ばしい香りが楽しめるので、バランスの良い独特な味わいがあります。茶葉と玄米が混ざった茶色の見た目で、弾けた玄米が見てわかることもあります。玄米が入っている分、栄養価も通常のお茶と比べて高いと言われていて、食物繊維やビタミンが補給できます。一方で、煎茶と比べてカフェインは少ないので、一日を通して飲みやすいのではないでしょうか。玄米茶にはお米特有の甘みが少しだけ感じられ、焦げたようなほのかな香ばしさがあるため、おやつや軽食とともに飲まれることが多いです。玄米茶は温かくすることで、冬場でも体をほかほかにしてくれます。一方で夏にはしっかりと冷やし、冷蔵庫に入れておけばごくごくと飲めるので、喉を潤してくれます。水では寂しい時にもぴったりです。次にご紹介するのは玉露です。玉露は緑茶の中でも高級な種類の一つです。栽培方法や製造過程に手間がかかっており、味の深みや甘さが独特で繊細なのが特徴です。渋みが少なくまろやかな味わいになり、口当たりがとても優しい感じがあります。茶葉の香りもとても豊かで、上品さを感じられる高級なお茶です。玉露はカフェインやテアニンが豊富なので、集中力やリラックスの効果が期待できると言われています。玉露を入れるときには、お湯の温度を50から60度で、通常の緑茶よりも低めに設定します。熱すぎるお湯を使うと渋みが増して、旨みが壊れてしまうと言われています。2から3分かけてゆっくりと抽出し、急須から注ぐ時にも丁寧に行うことで、玉露の美味しさが引き立ちます。茶葉も通常より贅沢に多めの量を使います。そのままの風味を楽しむのも良いですし、甘いお菓子と合わせていただくのも旨味が引き立ちおすすめです。今回は日本のお茶文化についてご紹介しました。日本では毎日の生活で当然のように飲まれているお茶ですが、皆さんの国では親しみはあるでしょうか？ぜひコメントで教えてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録が私の励みになるので、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。